皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、韓国の放送局が世界に恥をさらしたという動画を前回取り上げましたが、その状況がさらに悪化しようとしています。というのも、世界へとその情報が拡散され、世界中が批判的な記事を書いている状況になったのです。しかもこの状況をさらに一歩後押しするようなことを韓国の放送局が行いました。それは他の国に対する攻撃的な侮辱するような放送というものをさらに行ったのです。このような状況下の中で韓国の放送局の社長が謝罪会見を行ったのですが、その謝罪会見がまたこの会社がいかに本質的な問題を抱えているか分かるような内容となっています。今回はこのことについて解説を行っていきましょう。それでは韓国が世界中に恥をさらしたそのことによってどのような状況を生み出しているのか、早速記事を見ていきましょう。外国メディアたちから袋叩きに遭う韓国 MBC 放送非難続出。韓国の MBC 放送が東京オリンピック開幕式で各国の選手団の紹介を不適切に表現したことで批判が相次いでいる中、主要外国メディアたちからの批判も続出している。CNN インターネット版は、イタリアはピザ、ルーマニアはドラキュラ、放送車の物議に火がつくというタイトルの記事で、MBC が攻撃的な固定観念をもとに、様々な国々を描写することに大きく失敗したとし、韓国の紹介では、3分百貨店1995年に崩壊事故、サンス大橋1994年に崩落事故、セオル号惨事の国だと紹介すればいいのかと皮肉って報道した。ニューヨークタイムズも MBC は各国を紹介するときに攻撃的で否定的な偏見を強める内容のイメージを使ったことで視聴者たちから批判を受けていると伝えた。この他にもイギリスの日刊紙ガーディアン、アメリカ ABC ニュース、日刊紙ニュージーランドヘラルド、オーストラリアのタブロイド紙ヘラルドサン、カナダのトロントサン紙など主要メディアたちは MBC に対して強い批判を浴びせている。MBC はこの問題が大きくなったことで放送と公式 SNS を通じて韓国語と英語による謝罪文を掲載した。韓国の放送社がおかしなことをやっているぞという話が世界へと拡散され、それに基づいて多くの批判記事が出されたわけです。それに伴って謝罪文を出したにもかかわらず、じゃあそれでことが終わったかというとそういったわけではありません。ルーマニアサッカー協会、韓国地上波の失礼極まりない字幕に怒り、MBC が相手チームのオウンゴールに感謝。韓国地上波 MBC の失礼極まりない字幕にルーマニアサッカー協会が怒りをあらわにした。ルーマニアサッカー協会は26日、公式 SNS を通して韓国の地上波放送局 MBC がありがとうマリンオウンゴールという字幕でマリン選手のプレーをバカにしたと投稿。さらに当時 MBC が放送した字幕を写真で公開した。サッカー男子韓国オリンピック代表チームは去る25日、茨城県鹿島スタジアムで開かれたグループ B のルーマニアと対戦。MBC による問題の字幕は前半27分、ルーマニア選手のオウンゴールの瞬間に登場。イ・ドンジュンの右側からのクロスがルーマニアディフェンダーマリウス・マリンに当たってゴールとなり、この記録はルーマニアのオウンゴールとなった。その後 MBC は後半開始前に流した画面でありがとうマリンオウンゴールという字幕をつけた。以降 MBC は字幕の代わりに中継スタッフの名前を載せてなかったことにしようとしたが、相手チームと相手選手に失礼だとクレームが相次いだ。オリンピック開幕式における他国に対する馬鹿にしたような表現というものが多用されたことにより一旦は謝罪に及んだわけですが、その後もさらに続くこのような不祥事の中で MBC の社長が謝罪会見を行いました。東京オリンピック中継の失態で海外からも批判。韓国 MBC 社長が謝罪。東京オリンピック開会式の中継でウクライナ選手団が入場する際、チェルノブイリ原発事故の写真を使うなどして強い批判を浴びた韓国の放送局 MBC のパク社長が26日、国民向けの謝罪会見を開き陳謝した。パク社長は世界的なコロナ禍の状況の中、世界の人たちの友情と連帯、和合というオリンピックの精神を毀損するような放送をしたことについて深く謝罪すると述べ頭を下げた。謝罪会見でパク社長は、週末は就任以来最も苦痛で惨憺たる時間だったと何度も頭を下げた。韓国の MBC 放送は東京オリンピックの開会式において世界各国の紹介をする際に
その国に対して侮辱的な表現なども平気で使っていることが大きな問題となりました。そのことは前回の動画の中で取り上げましたが、その時は AFP 通信やロイター通信などが報じていますよということを皆さんにお伝えしました。その後、この問題というものは世界各国で一体この韓国の報道は何をやっているんだという批判の記事などがどんどんと拡散している状況です。それだけ彼らのやっていることがあまりにも非常識だからです。この記事の中でも書かれていますが、他の国のこういった問題がありますよということをなぜことさらオリンピックの開会式の中で取り上げるのでしょうか。このようなことは多くの人々にとって意味不明としか言いようがありません。同じように韓国に対しても、韓国で起こったこういった惨事があるよねと、君たちは紹介してほしいのかという具合にして嫌味を言われるようなことになっているのです。そしてこの問題というのはここでは終わりませんでした。韓国の放送局はこの開会式において不適切な表現がありました。すみませんねという話を一応はしているわけです。ところがその翌日にはその下の根も乾かないうちにサッカーの試合においてオウンゴールを相手国の選手がしたらありがとうオウンゴールをしてくれてなどということを放送で字幕で流してしまっているのです。このことがわかることは明らかにこの放送局でこのような差別的な行動をしているのが一人ではありませんよ、何人もいるからこのような事態へと発展しているんですよというまさに会社組織そのものの体質を表していることだと言えます。考えてもみてください。開会式においてこういった問題がありましたね、謝罪文を出しますよ会社としてとなった時に担当者は必ずのように上司から叱責を受けているはずです。そのような人物が立て続けに同じ作業を担当しているわけもないわけです。ですからオウンゴールをした選手に対してありがとうなどというテロップを出すそのような作業員というのは必ず違う人物だったはずですし、またそのような人物を監督するそういった組織のメンバーについても同じ人物だったとはちょっと考えられません。つまり人が変わったとしても失礼なことをすることには変わりがないという恐ろしい会社だということです。そしてなぜこのような会社になっているかというのがわかるのが3つ目に紹介した記事、こちら韓国の報道機関連合ニュースの記事なわけですが、社長が出てきて謝罪しましたよという内容になっているわけですが、ここにちょっと気になる言葉があります。それは韓国国内向けに行っている謝罪に過ぎないということです。これまでのことを思い出してみてください。他の国に対して差別的な表現や明らかに嘲笑うようなことをしていたのに、その謝罪会見というのは一体誰に向かってすべきなのでしょうか。韓国の国民に向かって、いや世界中の国から批判されているようなことになってしまって申し訳ありませんねというふうに言うのが果たして筋道なのでしょうか。私は違うと思います。彼らのやっていることは当然のように侮辱した相手に対して謝ることがまず第一でなければならないはずです。この社長にとっては確かに世界中から批判が集まって、まあなんてひどい週末になってしまったんだと思っているでしょうが、しかしそれはあくまでも自分たちがやったことに対する責任を果たさなければならない時期であり、他の国からいっぱい批判されていることに対して、ああなんて憂鬱なんだと勝手に自分で被害者ぶるのはやめてほしいものです。今回この放送局は立て続けに問題を起こして謝罪を繰り返しているわけですが、残念ながらこの体質そのものを変えることはほとんどできないでしょう。そういったわけで東京オリンピックはまだまだ続いていくわけですが、残念ながらこの続報となるような彼らの問題行動というのは今後も続く可能性が十分あると私は思います。あなたはこのニュースを聞いて一体どのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。